2025年10月12日、元ジムカーナジャパン CBR1000RR を狩る B 級藤沢秀吉選手が総合優勝。軽量バイクが有利とされる元ジムカーナで、大型バイクの B 級選手が入賞常連の A 級勢を超えた。それはまさに前人未到の快挙。会場は驚きと興奮に包まれました。彼の走行動画とインタビューからその驚異のライディングに迫ります。元ジムカーナジャパンは北海道から沖縄まで全国の選手が集う年に一度の大会です。会場は茨城県都民モーターランド。各地区ごとの団体戦も行われる特別な大会です。藤沢選手は九州地区代表として出場しました。コース図です。藤沢秀吉選手ヒート1の走行です。身長163センチ、体重55キロ。小柄ながら大型バイクを豪快に操り、信じられないほど速く、深くバンクさせる走りが特徴です。とても 1000cc とは思えないその機敏な動きは、見る人すべて驚かせます。フリーターン、ここは足つき OK です。足をついて非常にコンパクトに曲がって、パイロンギリギリで立ち上がっていきました。藤沢選手はバンクさせると普通にバンパーを擦ってしまうそうです。そのライディングの源にあるのはモーグル競技で鍛え上げた感覚。実は藤沢選手は元モーグルの選手なのです。本人もモーグルで身につけたものが良い影響を与えていると思うと言っていました。アクセルの開けっぷりが素晴らしいです。寝かす寝かす、とにかく寝かす。ずっとスピードが落ちません。まるでパワーのないバイクのような走り方。そう、藤沢選手は CBR1000RR での走りをNSR250R での走りに近づけていったそうです。とんでもないタイムを叩き出した藤沢選手。その後、このタイムを超える A 級選手は現れませんでした。あまりにも速かったので、ミスコースしているのではという疑惑が持ち上がり、本人も疑心暗鬼だったそうです。ヒート2の動画です。鋭い旋回。ヒート1よりも気温が下がる中、果たしてタイムを縮められるのか。スーパースローでもう一度見てみましょう。一気にフルバンク、そしてフルロック、見事です。これが一番速いと分かってはいても容易にはできません。藤沢選手はサスペンションの伸び縮みを積極的に利用して素早い倒し込みを実現しているそうです。1000cc という大きな車格をごく低速でここまで寝かせる技は圧巻です。もうバイクはほとんど倒れています。しかも藤沢選手は小柄なのにそれを成し遂げるのだからなおさらすごすぎます。転倒してしまいました。フロントタイヤが浮いている状態で切り返したため破綻してしまいました。すぐにバイクを起こす藤沢選手。ヒート1のタイム更新はかなわず残念でしたが、彼はここで走ることを諦める選手ではありません。再びエンジンをかけ走り出します。何事もなかったかのように攻めた走り。
路面のギャップもものともせず、フルバンクでコーナーへ進入していきました。とにかく速い。鋭い切り返し。深いバンク。フロントを上げたままアクセル全開。豪快な走りに歓声が沸き起こります。藤澤選手は今回のコースで無駄な距離を走らないように気をつけて走ったそうです。具体的にどうしたのか、後ほど詳しく説明します。向き替えがとにかく速い。大型バイクが苦手なごく低速ターンや切り返しを驚異的な速さで操る藤澤選手の技術は圧巻でした。ここからは解説とインタビューをお届けします。コースで特に意識したことは？無駄な距離を走らないように気をつけて走りました。また、いつもはコースウォークである程度ライン取りを決めて、走った感覚でラインを修正してたのですが、今回はコースウォークの時点でラインを決めて、そのラインをトレースしてまとめることを意識して走りました。私もコースウォークである程度ライン取りを決めていますが、実際に走ってみるとイメージとずれることがあります。トップレベルの選手ほどコースウォークの段階でラインを明確に決め、走行時にはそのラインをほぼ正確にトレースしているのではないかと思います。ライディングで大切にしていること、いつも意識していることは？いつも意識しているのは荷重を置く場所です。CBR は特にグリップ力に依存するので、グリップが欲しい場面でしっかり荷重をかけられるように心がけています。荷重を置く場所とは、頭の位置やライディングフォームを指しているのだと思います。速度域が高くなるほど、タイヤのグリップを最大限に引き出すためには、ライダー自身が適切な位置に乗っていることが重要になります。CBR で苦労したことや乗り越えてきたことは？ CBR はポテンシャルが非常に高いバイクなので、セッティングがなかなか決まらず苦労しました。どのようにセッティングしてもそれなりに速いのですが、思い通りに動いてくれない感覚がありました。また、ポテンシャルの高さゆえにライダーの感覚が追いつかず、CBR 本来の性能を発揮できないことも多かったです。例えば、フレームや足回りのおかげでグリップ力は非常に高いのですが、その感覚になれず、グリップは残っているのに、転びそうと錯覚してしまい、荷重をかけきれなかったりアクセル操作ができず、結果的に転倒してしまうこともありました。未だに本来の性能を完全に引き出せていないと感じています。CBR1000RR はジムカーナに向いていますか？情報はまだ少ないですが、CBR はジムカーナでも十分にポテンシャルを引き出せるバイクだと思います。セッティングの面ではまだ完全とは言えませんが、トルクがあり、コーナーを素早く曲げられるフレームも備わっています。セッティングさえ決まれば、ジムカーナに適したバイクだと感じています。どうして CBR にしたんですか？特別な理由があるわけではないのですが、ジムカーナを始めた頃から志賀さんの動画の影響もあり、CBR が好きで、いつか CBR で走りたいと思っていました。その思いから CBR に乗り換えました。また、いろいろなバイクに乗るうちに、ホンダのフレームの挙動が自分に合っていると感じ、ホンダにしようと決めていました。排気量を 1000cc にしたのは、自分の走り方がトルクを必要とするスタイルなので、600cc よりも 1000cc の方が速く走らせられると考えたからです。他にも秀吉選手からはとても勉強になるお話を伺うことができました。ここでは全てをご紹介しきれないので、また別の動画でお届けしたいと思います。ご質問などありましたら、ぜひコメント欄にお寄せください。藤澤秀吉選手は B 級優勝、SB クラス優勝、そして総合優勝という圧倒的な成績を収めました。軽量バイクが有利とされる元ジムカーナで、これまで誰も挑戦してこなかった CBR1000RR という大型バイクを操り、
B 級選手が頂点に立ったのです。その走りは常識を覆し、見る者すべての心を震わせました。表彰の瞬間、会場は驚きと歓声に包まれ、まさに歴史に刻まれる快挙となりました。さらに所属する九州チームは団体戦で3位入賞。個人としてもチームとしても輝いた藤澤選手、本当におめでとうございます。ここまで長い動画を見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、評価やコメントをいただけますと大変励みになりますのでよろしくお願いします。それではまた。